れでわかるファン・エイク兄弟。14世紀から15世紀初めのネーデルランドの一部フランドルで活躍し、ランドル派と呼ばれました。ファン・エイクと聞くとヤン・ファン・エイクを思い出す人が多いのではないでしょうか。彼は様々な素晴らしい絵画を残した画家で、ブルゴーニュ公フィリップ3世の宮廷画家でした。ちなみに画家としてだけではなく外交官としても使えたほどフィリップ3世には気に入られていたようです。ヤンには同じく画家の兄、ウーベルトがいました。二人が生まれた頃の記述がなくはっきり分かってはいないのですが、1390年頃に生まれていると思われます。16世紀のイタリア人画家電気作家ジョルジュ・バザーリの著書画家、彫刻家、建築家列伝によって伝説となり、ファン・エイクが油絵の具を発明したと言われるようになりました。顔料にアマニ油を溶いて使うものを油絵の具と言います。これはフランドルではもうすでにあったものなのですが、その油絵の具を使った技法をファン・エイク兄弟が完全なものにしたと考えられています。それはグレーズ技法と呼ばれるもので、この絵の具を何度も何度も薄く重ねていく描き方です。それまで絵画は主にフレスコ画やテンペラ画でした。フレスコ画というのはまず壁に漆喰を塗り、生乾きの間に水または石灰水で溶いた顔料で描くというものでした。スピードが必要とされます。テンペラ画は顔料を卵で溶いて描くものです。透明度が低い上にかなり乾くのが早かったので、グラデーションの表現は出しにくく、油絵の具のグレージングによって透明感のある奥行きのある絵が実現したんですね。まずこちらの絵をご覧ください。ヘントの祭壇画、ファン・エイク兄弟の合作です。もともと1420年頃に兄フーベルトが制作を開始したのですが、1426年に亡くなったため、弟のヤンが引き継いで1432年に完成させました。縦 3.75 メートル、横 5.7 メートルある大迫力の祭壇画。これを開けるとこうなります。まず開ける前から見ていきましょう。天使ガブリエルと聖母マリアがいます。受胎告知の場面です。マリアがあなたは神の子を宿しましたと天使に告げられているところです。額縁の影までつけていて奥行きが出ていますね。左が洗礼者ヨハネ、右が福音記者聖ヨハネ、そしてその横にいるのがこの絵の依頼者たちです。では開けてみましょう。まず真ん中で一番目立っているのがキリストです。左が聖母マリア、右が洗礼者ヨハネ。端にいるのはアダムとイブ。両者の上にはカインとアベル。アダムの隣にいるのは天使たち。なぜか険しい顔で歌っています。下に行きましょう。真ん中にいる神秘の子羊。人々のために犠牲になるキリストですね。その上には聖霊。自ら信仰のために命を失った男性の殉教者と女性の殉教者が後ろにいて、前側の左は異教徒、右には聖人がいます。そしてこちらが十二使徒。聖書のいろんな場所が出てきますね。昔は字を読める人は限られた人のみでした。絵によって伝えようとしていたことがわかりますね。次にヤン・ファン・エイクの作品からとっても面白いものをご紹介します。アルノルフィーニ夫妻の肖像。高さ80センチほどのそれほど大きくない画面にすごく緻密に描かれています。この絵はイタリア人商人のアルノルフィーニが結婚の宣誓を行う場面を描いたのではないかとされています。こちらが彼の肖像画。そっくりなのでこの絵はアルノルフィーニご本人というのがわかります。とても豪華な衣装。この時代のネーデルランドは毛織物の生産地として栄えていました。妊婦さんに見えますが、これは当時の流行のファッションだそうです。この髪型も当時の流行。ヤンの奥さんも同じ髪型をしています。脱ぎ捨てられたサンダルは結婚の宗教的儀式を表します。ベッドは血を絶やさないという意味。ベッドのこの部分に出産の守護聖女となったマルガリータが彫られています。こちらのオレンジはネーデルランドではオレンジが高価な輸入品であり、アルノルフィーニ夫妻が裕福であることを意味しています。
この絵が婚姻契約を記録する証明書として書かれたものと見るのは、立ち会い人の一人であるファン・エイクが、ヤン・ファン・エイクここにあり1434年と署名までしてあるためです。どこにいるかというと、こちら、凸面鏡に映っています。手前の赤い服の男性がヤン自身だと考えられています。そしてもう一人は誰でしょう。もう一人の友人、もしくは鑑賞者、つまり今見ているあなたということかもしれません。通称のロザリオがかかっています。新郎から新婦へロザリオを贈るのが習慣でした。凸面鏡を囲っているのはキリストの受難を描いたフレームです。ろうそくが一本だけ灯っています。これはキリストを表しているという説もあり、また夫側のろうそくは灯っていて、妻側のは灯っていないことから妻はすでに亡くなっているという見方もあるようです。実は彼は2度結婚していて、この絵は亡くなった前の奥さんではないかなんて説があるんです。なぜなら2度目の結婚はファン・エイクが亡くなった後だったのと、絵にあるファン・エイクのサインは1434年で、前の奥さんが亡くなったのはその1年前1433年だったからです。生存している人と亡くなった人を1枚の絵に描いた追悼作品の可能性もあるそうです。ジャン・バプティスト・ビドーラ研究者は、この作品が婚礼の場を描いたものであるならば、この結婚が身分違いの女性を妻とした貴船結婚であることを示唆すると指摘しています。この手のつなぎ方からそう見えるようです。通常は右手で右手を取るのですが、ここでは男性の左手で女性の右手を取っているため、左手結婚、つまり貴船結婚とも見れるそうです。このような結婚の場合、夫が亡くなると妻は元の身分に戻り、妻にも子供にも相続権はないので、生活を保障するために相当の財産が与えられます。その場面を書いたという説もあります。いろんな説がありますね。それにしても細部まで丁寧に書き上げられた作品、圧倒されます。では、2人の他の作品を見てお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。